こんにちは、東京ブジライフです。今日は私が今年2019年にゲットして良かったなと思うもの5つをご紹介していきます。まずご紹介するのはこちらのソーダストリームです。ソーダストリームは炭酸水を作るものなのですが、こちらの付属のボトルにお水を入れて、こういう感じで、このスイッチを押せば簡単に炭酸水を作ることができます。でちょっと前に動画を配信したんですけれども、私はお酒を2ヶ月ぐらい前かなにやめていて、でこちらの炭酸水をですねお酒の代わりに飲むっていうので割と簡単にお酒を断つことができました。で動画をアップした時は炭酸水なんてお酒の代わりになるわけないだろうみたいなツッコミのコメントを結構いただくかなと思ってたんですけど、意外とコメントの中には私も同じことをしてお酒やめましたっていう方も結構いらっしゃって、で私はただの炭酸水で飲む時もありますし、柑橘系、レモンとかカボスとか柚子とかそういうものをこう絞って入れたりとか、あとは自家製の梅シロップがあるので梅酒ではなくてお砂糖でつけた梅シロップですね、そちらをこの炭酸水ソーダで割って飲んだりして、こう味に変化をつけながら楽しんでいます。で炭酸水メーカーのいいところはもちろん炭酸水って市販でも売っているんですけれども、自家製で作った方が全然経済的っていうのと、あとこう売っているものだとペットボトルに入っていて、そのペットボトルがすごい山積みになってしまって、よく飲まれる方だと本当にそのゴミ出しだけで結構ペットボトルリサイクルに出すのって綺麗にこう乾かして周りのラベルを剥がしてとか結構面倒じゃないですか。なのでそういう手間がなくてすごくいいのと、で炭酸水メーカーの中にもすごくいろいろな種類があると思うんですが、私がこのソーダストリームをすごい気に入っている理由は、こちらの裏をですね開けるとこんな風にシリンダーが入っているんですね。でこのシリンダーの中にガスが入っていて、そのガスを、水の中に送り込むっていう仕組みになっているんですけど、でソーダストリームの場合はこのシリンダーが交換式なのでソーダストリームの取扱店にこの空になったシリンダーを持っていくと新しいものに変えてもらえる、変えてもらえるというか新しいものを買うんですけど、古いものを回収してくれるのでゴミが全く出ないんですね。で近くに取扱店がないという場合は新しいシリンダーをオンラインで購入することができて、その時に宅配で届いた時に、郵便屋さんというか宅配屋さんに古い空になったシリンダーを回収してもらうこともできます。次にご紹介するのがこちらのハンドブレンダーセットです。でハンドブレンダーは使ったことあるっていう方も結構多いと思うんですけれども、こういう形でつけて、でハンドブレンダーになるんですけど、で私はよく豆腐マヨネーズをお家で作るんですけれども、こういう容器がついてきているので、こちらに豆腐と他の材料を入れて、でブレンダーで攪拌するだけで簡単にできます。でそういうソースとかは普通のバイタミックスとか大きな容器のブレンダーにかけるとたくさんの量ができてしまうので、ハンドブレンダーはソースを作るのにはすごく便利です。あとハンドブレンダーはスープポタージュを作るのにもすごく便利で、私は普段バイタミックスに全部材料を入れてしまって、それでバーってポタージュにしてしまうんですけど、やっぱ普通のブレンダーだと温かいままだと攪拌できなくてちょっと冷まさなきゃいけないとか、あとブレンダーで洗い物を増やしたくないっていうのもありますよね。なのでこういうお鍋の中でお野菜とスープを煮込んでしまって、それでそのままお鍋の中でガーってブレンダーしてポタージュにすることもできるので、パパッと手軽にできて、そういうのも便利です。でハンドブレンダーの他にハンドブレンダーセットなので、こちらについてくるのがフードプロセッサーですね。でフードプロセッサーは、こういう形で
フードプロセッサーになるんですけど、フードをプロセスするもの、処理するものなので、例えば玉ねぎを入れて塊のまま入れてみじん切りにしたりとか、あとはやっぱり私はフムスを作ったりとか、何かをペースト状にしたい時、豆腐キッシュのフィリング、中身を作りたい時にナッツとカシューナッツとあと豆腐を一緒にペースト状にしたいとかで、そういうものはバイタミックスでももちろんできるんですけど、ただバイタミックスはやっぱり汁気がないものはなかなか攪拌しにくいっていうところがあって、一回ちょっとずつやるっていう感じですかね。蓋を外してで側面についたものを入れて、で上からこういう黒い押す棒みたいなのがあるんですけど、それで押しながら作ったりとか。なのでフードプロセッサーは本当に別にあるとすごい便利なんですけど、フードプロセッサーだけで結構場所を取ってしまうんですね。なので私みたいに大仕事はバイタミックスでできるけど、ちょっとフムスを作りたいとか、少量のペーストをパパッと作りたい時とかに、こういう小さいフードプロセッサーがあるとすごく便利です。であとはこういったハンドミキサー、泡立て器ですね。こちらもついているので、こういう形で取り付けて、で私はココナッツクリームを泡立ててココナッツホイップクリームにしたりとか、あとはドレッシングを作りたい時とか、そういう時にすごく便利なので使っています。でこういうハンドブレンダーセットのいいところは、普通のそのブレンダーを買って、泡立て器を買って、フードプロセッサーを買ってってやってると、やっぱりそのキッチンの中ですごくスペースを取ってしまうのと、お金もかかってしまうので、セットになっているともちろんその少量向きというかフルパワーのブレンダーだったりとかフードプロセッサーにはかなわないとは思うんですけど、ちょっと手早く何かしたいっていう時にすごく便利な形のもので、全部揃って多分なんか1万円もしないぐらいとかのものがたくさんあるので、私はこちらの OXA 社の、商品をOXA 社の代理店の方からですね、ちょっと使ってみませんかみたいな形で声をかけていただいて、で使ってでも良くなかったら動画でも使わないし分かりませんよみたいな話はしたんですけど、それでもいいんでちょっと使ってみてくださいっていうことで商品を提供していただいて、で実際使ってるんですけど、すごく使いやすいですし、なんかターボ、そのスピードですね、攪拌のスピードとかをダイヤル式で簡単に調整することができるので、すごくハイスピードにすることもできるし、低速にすることもできて、結構使いやすいと思います。で前ハンドブレンダーだけは他の、メーカーのものを使っていたんですけど、それはちょっと残念なことに壊れてしまってですね。ただ壊れる前もなんかつけた時に、これだともうただスイッチオンすればバーっていう風に使えるんですけど、その前使っていたものは、セーフティーのためだと思うんですけど、2つなんかボタンを押さないと動かないようになってたんですね。それが結構握力が必要で、ちょっと使いづらいなと思ってたので、別にその OXA 社のものを他のものすごいたくさん使ってみて、でここおすすめしますっていうわけではないんですけど、値段もすごく手頃ですし、どれがいいんだろうって迷ってしまったら、ここは別に悪くないと思いますよ。次にご紹介するのがこちらのフードドライヤーです。でフードドライヤーっていうのは何のことかわからない方も結構多いかもしれないんですけど、ドライヤー、つまり乾燥させる機械ですね。でフードドライヤーで検索していただくと、結構皆さん犬のおやつ用にジャーキーを家で手作りするようにフードドライヤーを購入する方が多いみたいなんですけれども、私はもちろんそのためではなくて、畑で結構ハーブを栽培してるんですね。でそのハーブを乾燥させるのに、こういったザルですね、こういうザルとかでも乾燥させるんですけど、あと
吊るしたりとか乾燥させるんですけど、やっぱり湿気が多い時とかってなかなか乾燥しづらかったりして、で湿気が多くて乾燥する前にカビが生えてしまったりとか、そういうことがあるので、こちらのフードドライヤーだとこういう形で4段式かなになっていて、ここに、食べ物を置いて、で中から風が出てきて、であと温風になっているので、それで乾燥させるものなので、早いものだと数時間で、分厚いものとか長いものでも、1日とか2日とかで乾燥させることができます。と私はハーブを乾燥させる他にも、野菜を乾燥させて保存するっていうのもやってますし、あと果物を乾燥させて、おやつ用のチップスにしたりで、乾燥させたフルーツは本当にすごく美味しくて、でとりあえずリンゴとかあとバナナとかでやってみてるんですけど、乾燥させてからそのままチップスみたいにおやつで食べてもいいですし、あとはグラノラとかに入れてシリアルみたいな感じで食べてもいいですし、天日干しでも多分できるとは思うんですけど、こういうちゃんと温度管理ができるものでちゃんと湿気も気にしないで温風で仕上げてくれるので、すごく仕上がりが良くて、普通のちょっとお高いなんていうんですかね、オーガニックショップとかに並んでるような果物チップス、すごく高いですよね。そういうものも簡単にオーガニックの果物を買ってきてお家で作ることができるので、ちょっと場所はね取ってしまうんですけど、結構使っています。でフードドライヤーも本当いろいろな種類が売ってるので、どのフードドライヤーがいいのかっていうのがで値段も結構違うんですね。本当にピンキリなので、私はこのフードドライヤーを購入したんですけど、概要欄に一応リンクを貼っておきますけれども、で他のフードドライヤーを試したことがないので、これが絶対におすすめですとは言えないんですけど、今のところはなんかちゃんと動いてくれてますし、すごくよく乾くので、気に入ってますし、値段もね結構手頃だったんですよ。ピンキリの、ピンにちょっと近いぐらいの、手頃な、お値段だったので、最初にちょっと試してみたいなっていう方にはいいのかなと思います。で次にご紹介するのがこちらのセーブ・ザ・ダックのコートです。で私は去年の秋頃に結構苦労してビーガンコートっていうのを探して、でフットラムっていうブランドのコートを購入したんですけれども、でそれもすごく気に入っていてよく着ているんですが、そちらの方は結構厚いコートなんですね。ですごい本当に真冬の時に着るコートなので、某ウルトラライトダウンジャケットみたいなちょっと軽めの、コートが欲しいなと思っていて、でセーブ・ザ・ダックっていうブランド、もしかして聞いたことある方も多いかもしれないんですけど、イタリアのブランドでセーブ・ザ・ダックなのでアヒルを救えっていう意味の名前のブランドで、その名の通りそのダウンジャケットって、ダウンって何かっていうとアヒルの羽毛ですよね。羽なんですけど、その羽を製造する過程というか、製造というか生きているアヒルの羽毛をむしり取るんですね。でそれでコートジャケットの中に入れて綿として使っていて、でかなり悲惨というか、そういう羽毛ダウンをわざわざ使わなくても、今はすごく技術が発展していて、シンテティック、つまり人工の素材で全然こういう防寒に優れた素材っていうのを作れるのに、なんでわざわざアヒルの羽毛を今でもむしり取ってるんだっていうことで、そのセーブ・ザ・ダックっていうのをデザイナーの方たちが始めて、でもう本当に日本の外、ヨーロッパとかアメリカではすごく大きなブランドになっていて、店舗もいっぱいありますし、オンラインとかでも全然購入できるんですけど、日本では残念ながらその取り扱い店舗っていうのがないですし、その一部の、セレクトショップとかで置いてあるっていうことはあるんですけど、あとはポップアップでたまに百貨店の
片隅でポップアップやってたりするんですけど、去年ポップアップに行って、でもやっぱりポップアップなのでいっぱいサイズの種類があるわけじゃないし、色とかあとデザインとかも限られたものしかなくて、私はその場では買わなかったんですね、去年は。で今年も引き続き買えるところがないかなって結構探してたんですけど、ちょうど義理のお兄さんがヨーロッパに出張に行くことになったので、ちょっとお願いしますって言ってお願いしてこちらを買ってきてもらいました。実際使ってみたら本当に軽くってでも防寒性も高くて、でスタイリッシュなんですよね。このジッパーの感じとかもそうですし、色とか光沢とかもすごく落ち着いていて、で日本で買うと本当確か3万円くらいだったと思うんですね、このライトなジャケットが。で向こうだと150ユーロとかそれぐらいなので、全然向こうの方が安く買えるっていうんで、これはすごく買ってよかったです。あとその素材がシンテティックっていうこともあって、防水性もあるんですね。なので雨の中で着ても大丈夫ですし、すごくねアウトドアとかにもいいかなと思うし、こういうバッグもついているので、この中に折りたたんで入れて、でちょっと旅行の時に持ってったりとかもできますし、これは本当にすごい良かったなと思ってます。そして最後に今年2019年にゲットして良かったなと思ってご紹介したいのが、今この動画を撮影している機材です。で少し前に私がどういうふうに普段YouTube 動画を撮影してるかっていうのをお見せしたんですけれども、その時はパナのルミックスの Mark III というものを使っていて、で Mark III はカメラとしてはすごく綺麗な映像とか写真が撮れるので素晴らしいと思うんですけど、やっぱり撮影をする実用性っていうところでいろいろ欠けてるところがあって、機材を一気にちょっとアップグレードして、で撮影の効率であったりとか撮影の後の動画編集の効率を上げたいなと思ったので、それで新しい機材を購入したんですけれども、でカメラの方はソニーの A6400 っていうもので、YouTube とか撮影をされている方はそのソニーの A6000 台のカメラかキャノンの M50、日本だと EOS キスっていうんですかね、とかその辺を使ってる方が多いと思うんですけど、私がなぜそのソニーの、カメラにしたかっていうと、母がキャノンを使ってるんですけど、ちょっと使わせてもらったらなんか私にはちょっと使いづらかったというか、あまりイントゥイティブじゃなかったというか、説明書読まないとこれどうなってるのっていうところがちょっとあって、でソニーの、カメラ前使ったことがあったので、なんとなくソニーの方が使いやすいかなっていうのと、これは多分ソニーのカメラだけかもしれないんですけど、給電しながら電源をつなげながら動画撮影をすることができるんですね。で前のそのルミックスの時はもう本当にしょっちゅう充電切れちゃうので、もう本当にちょっと撮影して、で他のお料理を準備してる間に給電しながら充電しながらちょっと置いておいて、でまた撮影して充電してって、そういうことを繰り返してたので結構効率が悪くて、なのでこのソニーのカメラは実は今も給電しながら、しなくてもいいんですけどちょっと短い撮影だったらしなくても大丈夫なんですが、給電しながら撮影することもできるので、室内で撮影することが多い場合はすごくいいと思います。でソニーのその A6400 を買った時に、ちょっと、失敗したなと思ったのが、あまり考えずにレンズキットを買ってしまったんですね。レンズがついてるもので、付属のレンズが思ったより全然良くなかったんですね。私にとってはなんかマニュアルフォーカスができないし、なんかねすごく使いづらかったんです。なのでレンズは別に買って、そのレンズはシグマの 16mm F1.4 っていうものなんですけど、F1.4 のレンズなのですごく明るいレンズで、ちょっと暗いところとかでも綺麗に撮れますし、あとは物撮りとかしてる時に周り
背景をぼかしたいと思ったら、そういうぼかしとかもすごく綺麗に入って、このレンズは本当にコスパが最強だみたいな感じで、結構なんていうんですかね、カメラとかを買ってる人の中では、すごいみたいな感じでレビューがいっぱい出てるので、そちらをもしご興味があれば見てもらえればと思います。で、使ってるマイクなんですけれども、多分ロードのマイクを使ってる方が多いんじゃないかなと思うんですが、私は、デイティっていう割と新しいアメリカのブランドメーカーですかねのマイクを使っていて、で結構YouTube をしている人、 YouTuber の中でレビューが出ていていいっていう風に言われていたので、そうですね、デイティの D3 Pro っていうものを使っています。そういう新しい機材を完璧に使いこなせているかっていうと、まだまだちょっと勉強しているところがあるので、これからどんどん改善していって、でより綺麗な映像を撮っていけるように頑張りたいと思います。ということで、今日は私が今年2019年にゲットしてよかったなと思うものを5つご紹介しました。今日はキッチンのものに限らずに、いろんなジャンルで私が今年ゲットしてよかったなというものをご紹介したので、これからクリスマスがもうすぐなので、もしプレゼントの何かアイデアになれば嬉しいですし、調理器具でおすすめのものありませんかっていうご質問もたくさんいただいていて、で、去年の今頃ですかねに、ビーガンシェフへのクリスマスプレゼントにぴったりな調理器具みたいな動画を配信しているので、そちらでキッチン用品、調理器具のおすすめについては見ていただければと思います。今日ご紹介した商品はすべて下の概要欄にリンクを貼っておきますので、もしご興味ある方は見てみてください。それでは See you next time!